いちごの水信玄餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はいちごの水信玄餅を作りたいと思います。今回はですね、以前私のチャンネルで水信玄餅というものを作ったんですが、今回はいちご入りの水信玄餅を作りたいと思います。この作り方なんですが、すごく簡単なので、今回はですね、透明の水信玄餅と、あとはいちごシロップを入れた2種類作っていきたいと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、お水、アガー、お砂糖、いちごのシロップ。今回はこちらの材料で作っていきます。まず水信玄餅は普通のお水だけで作ったものと、あとはこちらいちごシロップを使って色付けしたもの2種類作っていきたいと思います。材料はね、少しだけ分量が違いますので、そちらはね、概要欄にそれぞれの分量を載せておきますのでチェックしてみてください。今回私が使用するアガーはこちらです。クールアガーというものですね。アガーもいくつか種類があるんですけれども、こちらのクールアガーというものはどちらかというと透明度が高いアガーになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにいちごのね、ヘタを切り落としておきましょう。そしていちごの量に関してなんですけれども、大きさによってね、適正量が変わってくると思うので調整して入れてみてください。はい、いちごはこのように切っておきます。こちらの量はね、私も入れながら調整していきたいと思います。で、あとはね、お好みで角切りなどにしていただいても OK です。続いてアガーをお水で溶かしていきます。まず小鍋にアガーを入れてください。そしてここにお砂糖を加えます。まずこの2つを混ぜましょう。はい、このようにお砂糖としっかり混ぜてください。アガーはですね、少しダマになりやすいんですけれども、お砂糖と混ぜていただくとダマになりにくくなります。ではまずここにお水をね、少し加えます。これもね、一度に加えるとダマになりやすくなるので、まずね、少量のお水を入れてなじませます。今ね、まだ火にかけてない状態です。このようになじんだらまた少し加えます。そして混ぜましょう。そして残りのお水を加えます。そして混ぜます。で、このようにね、しっかりなじんだら火にかけます。必ずお水となじませてから火にかけるようにしてください。それではこのまま中火で一旦沸騰させます。で、時折ね、こうやって混ぜながら加熱するようにしてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減を弱火にしてください。そしてこのまま1分加熱しましょう。で、この時もね、よく混ぜながら加熱してください。で、アガーはですね、このようにしっかり加熱しないと溶けないので、必ず沸騰してからも加熱するようにしてください。はい、1分経ちました。そしたら火を止めます。ご覧いただくとわかると思うんですが、しっかりとね、火入れしていただくとこのように透明になります。はい、火から下ろしました。そうしましたらこちらはですね、人肌よりも少し温かいぐらいまで粗熱を取ります。で、温度で言うとだいたい40度から50度ぐらいですね。そのぐらいまで粗熱を取ってください。粗熱を取ってる最中は時折ね、こうやって混ぜながらね、粗熱を取るようにしてください。それでは続いて先ほどの生地の粗熱を取っている間にいちごシロップの生地も作っていきます。こちらはお砂糖を入れないので少し作り方が変わってきます。まず容器の中にアガーを入れます。で、この容器の中で一度アガーを溶かします。というのもですね、お鍋の中だとちょっとダマになりやすいので、こういったね、器などでやっていただくとやりやすいと思います。そしてここにまずね、使うお水からだいたい大さじ1杯ぐらいの水を入れてください。そしてよく混ぜましょう。で、こうやってね、ちょっとひと手間なんですけれども、やっていただかないと本当にダマになりやすいのでね、このようにやってみてください。きちんとなじんだらまたお水を加えます。そしてよく混ぜましょう。で、また大さじ1杯お水を加えます。で、混ぜます。で、このぐらいね、きちんとアガーがお水に溶ければ OK です。そしたらこちらのね、小鍋の中に入れていきます。そして残りのお水も加えます。あと一緒にね、いちごシロップも加えましょう。一度よく混ぜましょう。
はい、OK です。では火にかけます。で、火加減は中火で先ほどと同じようにまず沸騰させてください。この時もね、混ぜながら加熱しましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減は弱火にしてください。で、こちらも同じようにこのまま混ぜ続けて1分加熱していきます。はい、1分経ちました。そしたら火を止めます。で、こちらもこのように透明感が出れば OK です。それでは火から下ろして人肌よりも少し温かいぐらいまで粗熱を取ります。ではこちらの粗熱が取れたので型に流し込んでいきます。今回私は丸氷を作る製氷機を使っていきたいと思います。こちらはですね Amazon とかに売ってるんですけれども、あとは100円ショップにも丸氷を作るこういったものも売ってるのでチェックしてみてください。ではね、まずここにいちごを入れます。ちょっとたっぷりめにね入れようかなと思います。はい、こんな感じ。それではこの中にアガーを流し入れます。はい、こんな感じで入れました。そしたら蓋をします。それではね、もう1個も同じように作っていきます。はい、で今回の分量でいくと2つ分できました。それではこちらを冷蔵庫で2時間ほど冷やし固めます。では続いていちごシロップの方も型に入れていきます。こちらも同様にいちご入れます。入れ方はね先ほどと同じです。そしてアガーを流し入れます。でこちらも同じように蓋をします。はい、 OK です。こちらの容器でも固めてみたいと思います。こちらも同じようにいちごを並べます。そしてアガーを流し入れます。はい、 OK です。こんな感じです。ではこちらも同じように冷やし固めます。それでは冷やし固まったので開けたいと思います。ではいきます。オープン。じゃじゃん。はい、見てください。すっごく透明でプルップルに仕上がってます。ではね、こちら型から出したいと思います。いきます。おー、見てください。すっごくプルップルです。キラキラプルプルで美味しそうに仕上がりました。それでは続いていちごシロップバージョンも取り出したいと思います。では開けます。じゃじゃん。おー、プルップルですね、こちらも。では出したいと思います。おー、はーい、こんな感じでプルプルで美味しそうに仕上がりました。いちごシロップバージョンはこんな感じに仕上がりました。はい、これでいちごの水信玄餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。すっごいプルップルです。それではここに黒蜜をかけたいと思います。はい、これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もうすっごくプルプルです。美味しそう。ではいただきます。このプルプル食感が最高ですね。美味しい。この水信玄もね甘さ控えめなのでいちごの酸味が際立ちますね。さらに黒蜜をかけていただきたいと思います。ではいただきます。黒蜜をかけると一気に上品な味になりますね。美味しい。では続いてこちらいちごシロップで作った方もいただきます。こちらもすごくプルプルです。いただきます。こちらはちょっとね懐かしい味がしますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のいちご水信玄餅のポイントです。まずね、今回いちごということでフレッシュのいちごをね丸ごと入れました。いちごはですね季節によってない時もありますのでお好みのフルーツで代用していただいても OK です。今回はね通常のベーシックバージョンとあとはいちごシロップを入れたバージョン、こちらの2種類ご紹介しました。これもねお好みでいろいろアレンジもできるかなと思います。型についてなんですけれども、今回私はね丸い製氷機を使いました。こちらもですね、100円ショップに
にあるところはあるんですけれども、なかったりもするので、底が丸い器だったりとか、そういったもので作っていただいても OK です。お家にある容器で作ってみてください。そしてアガーの溶かし方なんですけれども、まずベーシックな方は初めにお砂糖と混ぜてから、その後水を少しずつ加えてなじませてから火にかけるようにしてください。というのもですね、アガーはちょっとダマになりやすいので、水を加える前にお砂糖となじませることによってダマになりにくくなります。そしてしっかり混ぜてから火にかけて、その後沸騰してから弱火で1分ほどしっかりと火入れするようにしてください。このようにしっかり火入れしていただくと、アガーも綺麗に溶けて透明感が増してきます。アガーの液体が出来上がったら火から下ろして一旦粗熱を取ってください。目安としては人肌よりもちょっと温かいぐらいですね。そのぐらい冷ましてください。ただこちらのアガーはですね、常温でも固まってしまいますので、冷ましすぎには注意するようにしてください。あとはもう型に入れて冷やし固めるだけなので、とても簡単に作れます。今回ね、アガー自体の甘さはかなり抑えめにしてますので、こちらはお好みで変えていただいても OK です。あと最後に黒蜜をかけたんですけれども、こちらもお好みでかけて召し上がっていただけたらと思います。今回のね、水信玄餅なんですけれども、粉ゼラチンだったりとか粉寒天で代用していただいても OK です。それぞれね、食感は変わってしまうんですけれども、代用いただいても大丈夫です。粉ゼラチンを使うときはだいたい 4g から 5g ぐらいで、粉寒天を使うときはだいたい 1g から 2g ほど入れてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はいちごの水信玄餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。